彼の名は中二くん。昔ラーメン屋の店主として一時代を築いた男だ。そんな偉大なるラーメン博士がこの一元のラーメンを食べ比べ、忖度なしで酷評していく。一袋につき400円前後と割と高めだ。まずは水を沸かしていく。こちらのエビ塩から食べていく。中二くんが働いてたラーメン屋でもエビつけ麺という商品を提供していた。ラーメン屋では干しエビから出汁を取っていたため、エビの香りが強く、なかなか美味しいつけ麺だった。さて、エビ出汁で有名な一元、どのような味で中二くんを迎えてくれるのか楽しみだ。麺を投入。腹が減ってるので2玉投入。麺は投入後にすぐにほぐすのだ。中二くんはラーメン屋での現役時代、作ったラーメンの麺が固まっているとクレームを受けたことがある。確かあれは若い女性2人組だった。クレームを口実に中二くんと話がしたかったのかもしれない。ラーメン愛好家の者たちはなぜか皆麺は固めを好む傾向がある。中二くんは真逆で、麺は柔らかめの方が好きだ。本来はお湯で割るのだが、面倒なのでこの茹で汁を使う。後にこれが大失敗となってしまう。麺に含まれている水分量を計算し、湯切りを省略。2玉はこの丼には多すぎた。トッピングにはわかめが選出。心筋梗塞のリスクを下げる。カットするのが面倒なのでそのままトッピング。味玉は中二くんの手作りだ。また横着をしてしまう。なかなかいい茹で加減だ。青ネギをたらふくぶち込む。最後のトッピングの海苔を投入。エビ塩ラーメン完成。はっきり言おう。ラーメンの茹で汁を使ったため、麺がスープを吸収し、スープが減少。さらに麺が多すぎてスープとのバランスも悪い。横着は全てを台無しにした。視聴者からの罵倒コメントは甘んじて受け入れようと思う。せめてもの償いとして美味しそうに食べている姿をお届けする。もはや油そばになってしまった。エビの香りが強くうまい。
レベルの高いラーメンだ。続いてはこちらのエビ味噌ラーメン。前回の失敗から学び、麺は一玉でスープはお湯で割った。トッピングは前回の完全コピー。木瀬亮太のパーフェクトコピーだ。見た目はこちらに軍配が上がる。お店で販売できる美しさだ。お命いただきます。エビ味噌ラーメンは初めてだ。香りはエビ塩の方がやや強いか。まずはスープを一口飲む。濃厚な味噌味にかすかに混じるエビの風味。これは最後まで飲めるスープだ。エビ塩同様にクオリティが高い。今回はスープも十分の量があり、麺によく絡まっている。もちもちの中太麺が食道を通過。咀嚼も少なくて済むので、高齢者にも優しいラーメンだ。外国人が嫌悪感を抱くほど遠慮なく豪快に麺をすする。エビ塩ラーメンは失敗したので完璧な比較はできないが、エビ塩の方が中二君の好みだ。ラーメン屋でのラーメンは通常タレというものが存在する。タレをレードル小で一杯器に入れて、その後スープで割る。タレは命と言われ味が決まる。一方スープは味の深みを生む。スープは豚か鶏から出汁を取る店が大半を占める。最近は豚と鶏を合わせるスープも多い。また魚介から出汁を取ることもある。ダブルスープと言われるのは通常この魚介スープとのミックスだ。こうしたチルド製品のラーメンも豚か鶏か魚介で出汁を取ったスープで作るとまた一味違うだろう。この一元シリーズはタレが美味しいのでお湯で割っても十分な味であった。総評としてはやはりエビ塩に軍配が上がる。この一元シリーズは実にハイレベルなラーメンだった。世の中にはまだまだたくさんの美味しいラーメンがありそうだ。また会おう諸君。